今お金について知っておきたい6つの教え。この教え、やばいです。お金がもっとあったらいいのになぁと考えていませんか？いろんな人にお金について聞いてみると、一番悩んでいることはどんな人でもお金が十分にないということでしょう。これまでに取材のためにたくさんのインタビューをしてきましたが、主婦、学生、会社員、実業家もそれぞれ違った種類のお金の問題を抱えていました。主婦や学生は自由に使えるお金が十分にないことが不満の種だし、会社員はお金のために好きでもない仕事を続けないと生活ができないことがストレスの原因になっています。フリーランスの人や実業家にとっては、それぞれの金額は違うものの、毎月の売り上げを作っていかなければいけないプレッシャーはとても大きいようです。どの人にも共通するのが、必要なお金が少し足りないということです。小学3年生でも大学生でも35歳、45歳、55歳、65歳もそれぞれの立場でお金がもっとあったらいいのになと思っているのです。そしてそれぞれに切実です。小学生はお小遣いがもっとあったらいいのにとため息をついています。お小遣いを値上げしてもらえたら欲しかったおもちゃが買える、ゲームのアイテムが買える、友達ともっと遊びに行けるからです。もう少し大きくなったら習い事をする、塾に行く、留学する、私立の高校に行く、東京の大学に行く。そんな夢のためにうちにもっとお金があったらなとなります。社会人になるとお金回りが良くなるかというとそうではありません。この時期、海外旅行、エステ、プチ留学、結婚、独立など人生でやりたいことのすべてにお金がかかります。どれ一つとっても結構な金額がかかることを考え、ため息が出ます。今の給料では到底どれも難しいからです。かといって転職するのも大変そうだし、転職したからといってそもそも給料がアップするかどうかの保証はありません。ましてや起業となると自分にはその能力も勇気もない感じがします。そこで、宝くじ当たらないかな、などとぼんやり考えてしまうのです。大学院を目指したり、簿記学校、MBA などキャリアアップすることも頭をよぎりますが、そのすべてにお金がかかるし、残業続きのライフスタイルでは難しいでしょう。そうこうしているうちに人生は過ぎていきます。結婚したり子育てが始まれば、もう考える暇なんてありません。1分でもいいから自分の時間が欲しいと言った女性がいましたが、家事と育児に溺れるような毎日を過ごすことになります。お金に関しては節約することは意識しても、大きく投資するとか自分のためにドンと使うことはなかなかできないのです。書店でお金の本がずらっと並んでいるのを見たりすると、お金と向き合わなくちゃいけないと一瞬思ったことがあるかもしれません。でもなんとなく何もしないまま今に至ってしまった人は案外多いのではないでしょうか。大多数の人がお金から自由になれないのはなぜ？あなたはお金について今まで真剣に考えたことがありますか？私の観察では、普通の人がお金から自由になれない最大の理由は、人生でお金と真剣に向き合ってこなかったからです。普通の人は生活していけるくらいのお金があればいいと思っています。何か困ったことでもなければ真剣にお金について考えようとしないものです。その理由をある女性の相談者が言っていました。私がどうしてお金のことを真剣に考えないのかを聞いたら、彼女は、だってめんどくさいじゃないですか。お金のことを考えるのってかっこ悪いし、と言ったのです。心当たりのある人もいるでしょう。お金のことを真剣に考えるとは、お金と向き合うということです。なぜ今の自分にはお金がないのか、またお金の問題のせいでどれだけ人生がつまらなくなっているのかについて突き詰めて考えるということです。ほとんどの人がこの作業をしません。お金を使うことばかり考え、お金がもっとあったらいろいろできるのにな
とぼんやり夢を見て日々を過ごしています。その割に自分の人生を真正面から捉え、仕事、お金などの人生の大切なことを見直して変えていこう、なんてことは考えないのです。このことが普通の人がお金に縁のない人生を送ることになっている理由です。将来お金から自由になりたければ、仕事、お金、人間関係など考えなければいけないことがいっぱいあります。なぜあなたの手元にはお金が十分にないのか。普段から節約を意識しているのに、月末にはお金があんまり残らないなぁと感じている人は結構多いのではないでしょうか。そんなに給料が安いわけではないし、ボーナスもちゃんと出ているのに、なぜ？たくさん稼いでいる人の中にもそう考える人はいます。ましてや給料がそんなに高くなかったり、ボーナスがもらえていなければ、毎月どこにお金は消えたんだろうと感じるのは当たり前かもしれません。なぜそういうことが起きるかというと、収入と支出のバランスが悪いからです。収入は限られているのに、最低限の出費だけでも結構あります。家賃や住宅ローン、食費、光熱費、通信費、保険料。そういう経費を払っていったら、自由に使えるお金がそもそも月末にはあんまり残らないはずです。一方でお金を使いたいことはたくさんあります。新しいものを買いたいし、学びたいこと、行きたい場所がいっぱいです。最低限の生存していくためだけならそこまでお金がかからないかもしれませんが、少し贅沢してみようと思ったり、興味があることをやり始めたりすると、あっという間に出費は雪だるま式に増えていきます。お金のことを考えずに好きなことをやって自由に生きるなんて夢の世界に感じられる人も多いでしょう。ですが、今経済的自由を手に入れている人もゼロからスタートしています。専業主婦だったり、普通の会社員や公務員として社会人生活を始めたのです。途中から何かのきっかけで人生の進路を変えて、現在の幸せな生活に進んでいます。自分もお金から自由になれるかもしれない。将来はお金持ちになれるかもしれない。と自らの可能性を少しでも見てみましょう。お金の問題は2つしかない。お金は複雑に考えるといろんな要素があってわけがわからなくなります。先日見ると個人のお金に関しては問題は2つしかありません。それは収入が少なすぎることとお金を使いすぎていることです。収入が少ないとやりくりが難しくなります。最低賃金に近いお給料で働いていれば月末にお金が残らないのは当然でしょう。収入を上げることと出費を減らすことの2つを意識すれば、あなたの経済状態は確実に変わっていきます。これまで単純に仕事をこなすだけの人生だったのが、どうやったら収入をアップできるかと考え始めることで仕事と向き合えるようになります。そのためには自分が得意なこと、才能があることをやらないとダメだということが分かってくると思います。嫌なことに長い時間をかけるよりも得意で楽しいことをやった方が結果も出やすいし収入もアップしやすくなるでしょう。一方で結構お給料をもらっている人でも月末にお金が残らない人がいます。その原因は一言で言うと収入の割にお金を使いすぎているからです。話を聞いているとお金がない人ほど買い物が大好きです。お金を使うことがいいストレス解消になるからです。英語では買い物セラピーという言葉があるのですが、買い物をすることが普段のストレス解消、癒しになるという意味です。あなたにも買い物をした後すっきりしたという体験があるのではないでしょうか。買い物は多くの人にとって気分転換になり、ストレス解消になるというのはいろんなデータでも分かっています。ただそれが行き過ぎるとどれだけ稼いでもお金が手元に残らなくなってしまうのです。あなたも100円ショップで使わないものをいっぱい買ったりしてませんか？そういう人にとってのおすすめのアファメーションは、これを買わなかったら自分は死んじゃうかな。大抵の場合死なないはずです。
そうやって支出を減らせば月末に少し余裕ができるでしょう。この本は私が半世紀にわたってお金について学んできた集大成です。それぞれの章にはあなたの人生を変えてしまうような考え方が詰まっています。これまでに会ってきたメンターから受けた教えを6つの教えとして皆さんに分かりやすくお伝えする予定です。たった一つの考え方が変わるだけでも人生は劇的に変わることがあります。ぜひ楽しんでください。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は今お金について知っておきたい6つの教えという本をご紹介します。またすごい本に出会ってしまいました。お金というものの考え方が根本から変わります。なぜかいつもお金が足りないって思っていた理由、それはお金と真剣に向き合ってこなかったからです。このあたりでお金について真剣に考えてみませんか？あなたの人生が劇的に変わりますよ。著者は本田健さん。幸福、お金、ライフワークなどをテーマとし、世界中で大人気のベストセラー作家である本田さん。ユダヤ人大富豪の教えをはじめとするその著書累計はなんと800万部を超えています。スピリチュアルにも造詣が深く、本チャンネルではたくさんの本をご紹介させていただいておりますね。そんな彼がお金との向き合い方が変わる6つの教えを伝えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。お金のゲームをプレイさせられていることに気づく。あなたが知らないうちに半ば強制的にお金のゲームをやらされてきたと言われたらどう思いますか？お金のゲームをやっているのは不動産とか株に投資しているお金持ちだけのことで、自分は普通の会社員だから、主婦、学生だから関係ないと思っているかもしれません。ですが、現代を生きている限り、当然のようにお金のゲームに巻き込まれています。食べ物や飲み物を買うのにもお金がいります。衣食住すべてにお金がかかります。電気、水道、ガスもお金が必要。ちょっと遠くに行くにもバスや電車にお金を払わなければなりません。お金と関わるなんて嫌だといったところで誰も認めてくれません。世界中の人が自分の手元にお金があるかどうかで一喜一憂しています。犯罪や戦争でさえもお金が原因で起きることが多いのは誰でも知っているでしょう。家族や夫婦喧嘩、友人とのトラブルだってお金絡みであることが多いのです。逆にお金があれば生活も楽になるし、欲しいものが買え、好きなところに行ける。だからお金がもっと欲しいというのはみんなの本音でしょう。以前、ザ・マネーゲームから脱出する方法という本を翻訳しました。スピリチュアルな世界では有名な本ですが、その中に次の2つの真実が記述されています。1、マネーゲームに勝者はいない。2、マネーゲームは完全な失敗を作り出すために設計されたものである。筆者によると、私たちはごく小さい頃からマネーゲームに無理やり参加させられてきたのです。小学生でも高学年になってくると、お小遣いの金額は死活問題になります。なぜなら、お小遣いの金額で友達と一緒にお店に行ったりできるかどうかが決まるからです。みんながハンバーガーとかコーラとかを注文するのに、自分は水だけというわけにはいかないでしょう。最近はちょっと遊びに行くにもお金がなければ何もできません。あなたのお小遣いが少ないせいで、友達の方では誘ったら悪いなと思って疎遠になってしまったということもあったかもしれません。両親に対して、〇〇ちゃんのお小遣いは何円なんだよと言ってお小遣いの賃上げ交渉をした思い出は誰にでもあるでしょう。私にもあります。
中学生になったら塾や習い事に行くかどうか、キャンプや旅行も家にお金がなければできません。両親が仕事で忙しいと何の思い出もない夏休みになります。高校に入ったら進学をどうするかも家の経済状態で決まります。大学に行けたとしても今度は就職でドキドキすることになります。社会人になって恋愛や結婚しようとしてもお金がないと二の足を踏む人はたくさんいます。実際に年収が低いと男性も女性も恋愛に苦手意識を持つようになります。結婚して子供が生まれたら新たに教育費、家のローンなどの心配が増えます。子供が無事に巣立っても次には老後のお金の不安があったりします。そう、お金のゲームから一生逃げられない人がたくさんいるのです。では、インスタ映えするセレブの人たちならマネーゲームの勝ち組っぽい感じがしますが、どうでしょうか。ある程度成功した人も実は結構大変です。収入が3倍に増えると大抵は支出も3倍に増えます。普段着る服、化粧品、行くレストラン、家、車、旅行先のホテルなど全てをアップグレードしてしまうからです。気がついたら収入はすごく増えたのに支出も大幅に増えて月末にあんまりお金が残らない状態は変わらないままになります。お金のゲームのせいで不幸になる人が多い8つの理由。ではなぜお金のゲームに一旦巻き込まれると辛く苦しいのかを説明してみます。簡単に言って次の8つの理由があります。1、何がゴールでどうしたらゲームに勝つことになるのか誰もわからない。お金のゲームの辛いところはどうしたら勝てるのかがわからないことです。例えばゴールは1000万円貯めたらいいのか、5000万円、1億、どれくらいの収入があればいいのか、そういう明確なゴールがわからないので、だらだらとゲームを続けるしかありません。一時的に勝った気分になってもすぐに失敗した感じにさせられてしまいます。野球なら9回プレイすれば大体終わります。でもお金のゲームはずっとプレイすることになるので、大抵はどこかで負けてしまうのです。2、本人が望まなくてもマネーゲームをプレイさせられる。お金のゲームはごく小さい頃から始まります。クリスマスに何が欲しい？と5歳の子供に聞いたら、おもちゃとか洋服とか具体的なものが出てきます。でも小学校高学年になったら、まだ決まってないからお金でいいよという子が現れます。お金が何にでも形を変えられる万能の存在だということを理解するからです。ごく小さい頃からお金のゲームに参加させられて、自給自足の生活でもしないことにはプレイを続けることを強制されることになります。3、お金のゲームのルールはコロコロ変わる。実はお金のゲームはルールがコロコロ変わって勝ち続けるのが難しいのです。数年に1回マイナールールが変わり、10年に1回大きなルールが変わります。その変化についていけないせいで人はお金を損します。4、お金のゲームのルールブックがない。お金に対してルールが明確に書かれた本は存在しません。お金に関して日本人が学ぶことは大抵3つしかありません。無駄遣いしてはいけない、貯金しなさい、保証人になるなぐらいでしょう。収入をどう増やすか、支出をどう減らすか、お金をどう増やすかにはいろんな方法がありますが、どうしたらいいという明確なルールはあるようでないのが問題です。5、何度も負けてしまうのでゲームそのものが嫌になってしまう。これは多くの人が感じていることではないでしょうか。小さい頃から何度も叱られて、自分でも失敗してお金のことを考えるのが嫌になった人は多いと思います。お金のことで間違った判断をしたりして失敗する。それでいい気分になれる人はいません。最悪の気分を味わわされるので、もう何も考えたくないと感じてしまうのです。仕事に対して頑張ろうという気持ちが20代の頃はあったかもしれません。あるいは家族ができて養育費などのために仕事を一生懸命しようというモチベーションを持てた時もあったかもしれませんが、
それは長続きしないものです。6、勝つ人よりも負ける人の方が圧倒的に多い。お金で負ける人、あるいは負けた気分になる人がたくさんいます。自分がお金のゲームに勝ったと感じている人はごく少数でしょう。たとえゲームに勝ったと思っても、もっと勝っている人が必ず周りにいます。お金のゲームの難しいところは、お金のストレスを感じた時点で負けたようなものなので、プレイヤーの大多数が失敗した絶望感を痛烈に感じることになることです。7、両親など下手なプレイヤーが多く、いい先生が少ない。あなたの周りにはお金のゲームを上手にプレイしている人は誰かいますか？ほとんどいないのではないでしょうか。あなたの両親はお金を上手に稼いだり、受け取ったり、あげたりしていましたか？お金で喧嘩したり、イライラしたり、節約でピリピリしていたとしたら、ああはなりたくないな、と思ったかもしれません。英語の教育もそうですが、お金のことに関して教えられる人がいないのも問題です。英語が話せない人が先生になっているのと同じで、大学を卒業してすぐ学校の先生になった人がお金について教えられないのです。8、ゲームの終わりがなくて死ぬまでプレイさせられる。これがマネーゲームが苦しい最後の理由です。60歳とか65歳の定年とともにお金のことを全く考えなくてよくなったらどれだけ楽になるでしょうか。残念ながら70歳、80歳になったらお金のことから解放されるかというと、そういうわけにはいきません。孫が留学するからお金が必要だとか、50代になった子供がリストラされたり、事業に失敗したりして仕送りが必要になるとか、お金のことでの心配はつきません。自分が死ぬ時でも残される家族のことを考えてお金のことを心配する人もいると思います。死んでようやくマネーゲームから解放されるのです。いかがでしたか？自分もいつの間にかお金のゲームをプレイさせられていることを聞いて少しびっくりした人もいるかもしれません。でも説明を受けてなるほどなと思った人も多いでしょう。普通に生活を続けることがこんなに大変だったのはなぜなのか、隠された理由が分かってきたでしょうか。お金のストレスの多くは感情のストレスから来る。お金のストレスは決してお金そのものではなく、お金にまつわる出来事に対する私たちの考えや感情から来ます。ストレスの多くは感情的なものから起きます。お金のストレスのせいで圧倒的なパワーに支配されたり、自分の人生のコントロールを失ったように感じたりすることがあります。お金に翻弄されているとそれを感じてしまうのです。何か恐ろしいことが起きそうな感じがするけど、自分にはそれを止める力がないと感じてしまいます。そこには無力感や絶望感が生まれます。例えば、毎月の生活費を稼ぐために働いている多くの人にとって、今の給料が減る、または支給が遅れたりもらえなくなると考えただけで大きなストレスになります。私たちの頭の中では事態が最悪のシナリオへと暴走していくのが見えるのです。その未来では収入源を失い、家賃や住宅ローンを払えずに住む場所も失い、路頭に迷います。食べ物を買うお金もなく、路上でホームレスになり、寒空の下でマッチ売りの少女のように死んでしまう自分がリアルに見えてしまいます。私たちの頭の中にあるこのシナリオが現実的かどうかは問題ではありません。たった一度の給料の遅配や会社が潰れるかもしれないという噂を聞いただけで、私たちは一瞬でそういう恐ろしい未来を連想してしまうのです。それはまだ実際には起こっていないのに、私たちはそれが避けられない運命であるかのように予感してしまいます。そういった想像力のネガティブな方向への暴走が金銭的ストレスの原因です。財布をなくしたり、ローンやカードの支払いが1回滞ったり、家賃が引き落としできなかったりしただけで、この世の終わりだと感じてしまいます。それは私たちの頭の中ですでに悪夢のようなシナリオが展開され、もうそれは避けられないと錯覚するからです。あなたが小さい頃、お金を無駄遣いしたとき、両親に叱られたことはありませんか？あるいは、
あなたが他より高い値段で何かを買ってしまったことをパートナーが知って怒鳴り出したりします。無駄遣いが犯罪のように扱われるのは、お金を失うというとんでもない失敗をしてしまったという共通認識のせいです。数十円や数百円を無駄にしたとして、そこまで怒るほどのことでしょうか。数万円を失ったとしても、それは人格を否定するほど責めるようなことでしょうか。気をつけないと、お金のストレスはあなたの大切な人間関係、友人関係をダメにしたり、あなたの心の平安を奪う可能性があります。ストレスのもう一つの原因は、お金と自分の生命エネルギーを等価交換で見てしまうことから来ます。仕事で1時間に2000円稼いでいる人にとって、その金額を失うことは人生の1時間を失ったことになります。1時間という時間を自分の生命と見てしまうからです。だから1万円を損したり浪費すれば5時間分の命を失うことになります。お金を失うことは文字通り体の一部をむしり取られるような喪失感を覚えるのです。失われたお金をなんとなく労働時間で計算して、自分の生命力のエネルギーが無駄に失われてしまったことに動揺してしまうのです。それがあたかも自分自身の貴重な一部を失うような痛みなので、オーバーに反応してしまうのでしょう。お金を損したとき、痛いなぁと感じるのはそういう理由です。本書を読んで、お金に対してイメージが変わった。お金を稼いでみたくなった。もっと人生を楽しめそうな気がしてきた。そんな風に感じてくださったら、著者としては最高な気分になります。中には、まだ本に出てきたことをやる自信が持てない。なんとなくは分かったけれど、具体的には何をしていいか分からない。という人もいるかもしれません。でもそんな人にこそ、それでもいいんですよ、と私は言いたいと思います。例えばダイエットだって始めたその日から効果が出るということはありません。むしろ簡単に効果が出るものほどリバウンドしやすいということもあります。すぐに効果が出なくてもあなたはもう新しい一歩を生み出しています。そのうちそういうことかとわかる時が来ます。ヘレン・ケラーが水を理解した瞬間に全ての謎が解けたように、あなたにもある時その瞬間が訪れることでしょう。あなたにとってお金とは〇〇だということが腑に落ちた時から人生はゆっくりと、でも確実に動き出します。お金にまつわるストレス、思い込み、痛み、トラウマを癒すと、お金とは全く関係なさそうな人生の他の分野も自然と癒されていきます。お金は中立的なエネルギーなので、もともとの問題はお金に関することではなく、人生や自分との関係からやってきています。お金と上手に付き合えるようになると、全体的な幸福度がぐーんとアップします。お金を癒すために立ち止まって時間を取らなければ、私たちは恐怖を感じたままか、逆に絶対にお金を稼ぐぞという熱意に飲み込まれることになります。ですが、どの方法を選んでも、最終的に十分なお金があるとか、お金から自由になれそうだと感じることはできないでしょう。なぜならそれは感情の問題でお金の問題ではないからです。お金がかかるのでやらなかったこと、諦めたことがいっぱいあったでしょう。そしてお金がかかることを最初から考えないような人間になったかもしれません。これからはお金を基準にせず、それが本当にやりたいかどうかを基準にしてください。お金のことはその後に考えればいいのです。何かを買うとき、安いから、コスパがいいから、お得だからといった理由ではなく、ワクワクするから、気に入ったから、楽しいから買ってください。お金の癒しが進むにつれて、私たちが選ぶ仕事、お金を稼ぐ方法、仕事や個人的な人間関係の癒しも進むでしょう。お金の問題がきっかけで出てきていたイライラ、悲しみ、絶望感などを癒すことで、私たちは周りの人と深いつながりも感じられるようになります。あなたはもっと自由に生きていいんだよ。だってあなたの人生なんだから。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。お金について知っておきたい6つの教えということなんですが、
そのどれもお金に関する常識を覆してくれます。その大元にあるのは、お金に関して何一つ真剣に考えたことがなかったということなのですよね。そりゃそうですよね。お金について教えてくれる人なんか誰もいなかったし、親や先生がお金の使い方がうまかったかといえば、全くそんなことはありませんですしね。だからあれば使っちゃうし、ないと不安になる。お金っていつもアンバランスなエネルギーのものだったんですよね。このあたりでお金に関する向き合い方を見直してみませんか？きっとそれはあなたの生き方も見直すことになって、心から自由な生き方ができるようになると思いますよ。本当におすすめの一冊。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド、見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。